お皿持ってくるわ。なんだけどおはようございます。33歳、2児の父です。旅行2日目は朝日の中、仕事からのスタートです。平日に有給を取ったので、溜まったメールだけ処理しておきます。仕事が終わったら、昨年も来てめちゃくちゃ美味しかったパン屋さんにやってきました。平日のね、開店30分前でしたが、この大行列でした。早く来てよかったです。お金持ちだったら端から端まで全部くださいと言いたいぐらいね、どれも魅力的なパンでした。ホテルに戻ってきました。今日はなんとか晴れそうです。ホテルにモーニングもついていたので、腹ごしらえしていきたいと思います。先ほどのパンはいつ食べるのっていう話ですが、帰りの車でおやつに食べたいと思います。余裕があれば朝ごはんの後にパンも食べようっていう話をしていたのですが、結構ボリュームがあって全然無理でした。もう5歳になる息子ですが、食べる姿がいつまでも赤ちゃんで可愛いです。全然可愛さのかけらも全くない親父もしっかり腹ごしらえしていきます。お腹がすでに限界ですが、とどめのパンケーキが到着しました。かなり甘かったので罪悪感が半端ないですが、この後プールでしっかり泳いでチャラにしていきたいと思います。プールで飲むコーヒーを買いに少しお散歩します。僕が大好きな田舎って感じの場所なので、気持ちが落ち着くというか、歩いてるだけで楽しかったです。平日の朝早くですが、海にはもう結構人がいましたね。コンビニに行く予定でしたが、道中に見つけたこちらのお店に立ち寄ってみることにしました。コーヒーもあったので、せっかくならということでこちらで購入することにします。コーヒー2つを握りしめてホテルに戻ります。ホテルに戻ったら早速プールで泳ぎに来ました。さっき食べたカロリーを消費しなくてはならないので、しっかり泳いでいきたいと思います。子供たちも大はしゃぎだったので、来年もこういうプライベートプールがある場所に泊まりたいなと改めて思いました。ちなみにね、プールが良すぎて家でもプールがしたいということで、約2万円ほどかけて大きなプールを購入したのですが、初日でぶっ壊れてしまいまして、水が庭に溢れ出てしまったので、現在大変傷心中の親父です。二度とね、同じ商品は買わないことにします。子供たちだけで遊べているので、少し妻と休憩することにしました。昔は常に僕か妻が近くにいないと子供たちも遊べなかったのですが、今は2人でどこでも遊べるようになったので、その意味では育児というか遊びに行くのがだいぶ楽になったなと思います。もちろん常に目は離せないんですけどね。今年は日焼けをしないと決めましたが、やっぱり少し日焼けした方がいい体に見えると改めて思ったので、少しだけ日焼けタイムです。
ただね、一昨年や昨年のように調子に乗ってオイルを塗ったり、皮がむけるほど焼いたりというような行動は慎みたいと思います。今年もう33歳になったので、少し大人な焼け方ができればと思っています。ちなみにね、この瞬間も子供たちが怪しい行動をとっているので目は離せませんと言いながらね、目を離して背中も焼いていきたいと思います。結構いい感じの焼け方になりまして、少し腹筋も割れて見えるようになったので結果オーライです。チェックアウトギリギリまでプールで泳いでいたので、急いで着替えて準備していきます。33歳はおしゃれで行きたいので、帽子に頼らず髪もしっかりセットします。誰も親父のことなんて見てないと思いますが、入念にチェックします。お昼ご飯はこちらに食べに来ました。開店前でしたが大行列でしたね。美味しそうなサイダーがあったのでつい注文してしまいました。妻は金目鯛定食、親父は天丼を注文しました。さっきのプールでの泳ぎを全部無駄にする注文をしてしまいましたが、この2日間はチートデーということで自分を許そうと思います。食後のデザートを求めて移動しました。昨年行った場所が定休日だったので、今日は別の場所にやってきました。結構山奥な感じのところにあったので期待感が高まります。坂と階段を登ったら到着です。かわいい。何でも可愛いっていう現代人みたいだけど、中はいっぱいとのことでテラス席にご案内いただきました。風情があるというか、なんというかばあちゃん家に来た感覚というか、本当にこういうところが好きですごく落ち着くので、これだけで来てよかったなと思います。メニューも手作りな感じで可愛かったです。子供たちはかき氷で、妻と親父は和菓子のセットを注文しました。かき氷到着です。結構でかかったですね。娘は甘いものがなぜか苦手なのですが、かき氷は美味しそうに食べておりました。一方こちらは甘いもの大好き男なので、それは美味しそうに食べていました。将来太らないかね、心配です。妻の抹茶と和菓子のセットもつきました。めちゃくちゃちなみに抹茶めっちゃうまかったですね。親父の和菓子セットも到着しました。この和菓子とかって本当にどうやって作ってるのか不思議です。まさかのね、娘が和菓子を半分食べたいというパワハラを仕掛けてきたので、従順な親父はやむなく半分贈呈することになりました。甘いものは苦手で、いつもは興味を示さないのですが、和菓子の見た目が可愛かったから食べてみたいと思ったようです。親父のコーヒーも到着しました。もちろんね、妻の和菓子も
半分息子に強奪されていました。それなら最初から和菓子を頼めばいいかというと、そういう話ではないんですよね。子育てって難しいです。ちなみに和菓子は最高に美味しかったです。大渋滞に巻き込まれましたが、無事家に到着しました。レモンをホテルに預けていたのですが、なんとか閉店前に迎えに行くことができました。本日の晩餐は作る気力が全く起きなかったので、買ったもので済ませることにしました。2日間あっという間の時間でしたが、チートデイでいろいろ好きなものを食べることができましたし、海でもプールでも泳げましたし、妻と子供たちとも話したり遊んだりと、たくさん時間を共有することができたので、いい旅行になったなと思います。夏はまだまだ続くので、家族との思い出をたくさん作って、またいろいろ共有させていただければなと思います。皆様もお体にはお気をつけて、良い夏をお過ごしください。本日もご視聴ありがとうございました。